こんばんは。本日の動画はじゃん、インスタ360さんとのタイアップ動画です。普段私が動画を撮る際に使っているカメラはこの DJI さんの Osmo Pocket 3というカメラなんですけど、今回ねインスタ360さんから去年の夏頃に発売された Go Ultra というアクションカメラ Vlog カメラを試してみませんかとお声掛けをいただきました。Vlog を撮る時とかにね、いつも私はこの DJI1 台でいろんな画角に配置を変えて同じ行動を何回もしたりして撮ったりしていたので、もう1台カメラがあったらもうちょっと撮影楽なのかなって考えていたところにお声掛けをいただいて、このね Go Ultra が私が中学生くらいの頃からすごく好きで見ているガジェット系の YouTuber さんがいるんですけど、その方が紹介していた動画をね見ていたこともあって、まさか私にもお声がかかることがあるんだってすごくびっくりしたし嬉しかったです。今日はねまず開封の動画を撮って、しばらく使ってから改めて使用感のレビューとかをできたらいいなと思います。せっかくなので普段使っている Osmo Pocket 3とも比較しながら撮れたらいいかな。小型のね Vlog カメラ欲しいなって思っている方の参考に少しでもなれば嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回送っていただいた段ボールの中には本体のセットとアクセサリーが入ってました。先に本体から開けていきます。わあ、よし、ではオープンします。じゃん。うわ、なんかケースもついてる。クリスマスプレゼント開けてる気分になる。ワクワクしますね。これが本体か。この箱の中にカメラ以外にも充電ケーブルとか入っているそうです。ちょっと後で開けます。 128GB の SD カード鬼のパンツの柄のようなケースです。こんな風に三脚にもなる自撮り棒とカメラの画面を保護するガラスフィルム、最後はクイックリリースマウント、さらにフレキシアングルマウントと粘着式のピボットスタンド、そしてマイクが入っていました。わあ、なんかアクセサリーがいっぱいだ。使いこなせるかな。中身はこのような感じでした。なんか想像以上にボリューミー。ちょっとこのカメラ開けてみたいと思います。では開けます。わーよっよっ。わー、白だ、かわいい。どうやって撮るのこれ。どうやって撮るんだろうね。お、なんだこれ。説明書とステッカーです。磁石でくっついてる。わー、ちっちゃいね。手のひらに収まっちゃうサイズだ。握り拳より小さい。マイクロ SD カードのケースに収まるくらいのサイズですね。あ、なるほどね。これがあったからだ。そう、これね。これ気になってたの。マグネット式のハンズフリーでね撮影ができるよっていうネックレスみたいなアクセサリーです。わ、これ使うの楽しみ。カメラ本体の同梱物はこんな感じで、カメラ、アクションポット、 USB-C ケーブル、マグネット式簡易クリップ、磁気ペンダント、クイックリリース安全コードの6つが入っていました。このねクイックリリース式安全コードっていうのはカメラ本体とペンダントをつなげておけるコードらしいです。わあ、使うのが楽しみ。カメラをねアクションポットに入れて取り出そうと思ったら取り出せなかったんだけど、ここオレンジのボタンを押したらちょっとね強めに引っ張ると
撮れるみたい。結構力がいる気がするけど合ってるのかな。このカメラ単体だとすごい軽いけど、このアクションポットがね結構重量ある気がします。後で測ったりしてみますね。はい、ひとまずね開封動画を撮り終わったんですが、ちょっとこれから説明書とかをじっくり読みながら、それぞれの使い方をしっかり学んで、このカメラに慣れて、このカメラでできることとかを皆さんにねちゃんとお伝えできるようにちょっと勉強してきますじゃあまた1週間後。はい、インスタ360ウルトラ数日間触ってみました。こちらがどんな製品かっていうことの簡単な説明と、実際に使ってみた感想と、あとはね普段使っているこの DJI Osmo Pocket 3とせっかくなので比較しながら、室内とか暗い場所とか屋外とか画質とか音質とかに違いはあるのかなっていうのを比べていけたらいいなと思います。まずはね、なんといっても本当に小型で軽量、アクションポットをつけた状態でも手のひらサイズだし、もうこのカメラ単体だったらメイクポーチとかにも入れられてしまうくらい、もうポケットにも入るくらいとっても小型で、しかも軽いっていうのがすごくね大きな特徴の一つなのかなと思います。このカメラのね裏面が磁石になっているので、本当にねこう磁石がつく場所だったらいろんなところに取り付けることができます。例えばねどこかに取り付けてこのカメラ単体で撮りたいなっていう時とかも、このアクションポットを使ってプレビュー画面を見ながら撮影することもできて、スマホのアプリを入れたらスマホでも操作することができます。インスタ3605シリーズにはこの5ウルトラとは別に Go3S というより小型で軽量なモデルもあるそうです。5ウルトラは 3S の後に出た製品ではあるんだけど、後継機っていう位置づけではないらしくて、ただね進化した点で言うと、アクションポットの画面の大きさがより大きくなって見やすくなっていたり、さまざまなシーンでの画質が向上したり、 3S では 4K の 30fps までだったのが、この5ウルトラでは 4K の 60fps でも撮影が可能になったそうです。私はね普段映画とかでは 30fps、24fps あたりが使用されているっていう情報を目にしてから、もうずっと 30fps で撮影しているんですが、自転車に乗って移動している時の映像とか、スポーツ観戦とか、ペットが動き回る様子を撮る時とか、そういうね被写体が速く動くものを撮りたいっていう方には 60fps対応したっていうのはすごく魅力ポイントの一つなんじゃないのかなと思います。使ってみてね個人的にいいなと思ったのは、スタンドになる自撮り棒とか吸盤のスタンドとかいろいろつけてくださったんですけど、このねクイックリリースマウントっていうのがついているおかげで、カメラのね装着と脱着がすごい簡単で、今はこの自撮り棒につけてるけど、ちょっとこっちの吸盤のスタンドに取り替えたいなって時とかも本当に一瞬で取ってさっと付け替えることができるのが個人的にすごく楽だし、いいなって思った点でした。あとはやっぱりねこの磁気ペンダントを使ったハンズフリーの映像を撮影できるっていうのがすごく魅力に感じました。服の中にねペンダントを忍ばせておいて、でね服の上からつけるとこんな風に取り付けることができて、私料理動画あんまり撮らないですけど、料理してる姿とか、私だったらジャーナルノートを作ってる手元を映しながら、かつカメラが邪魔になったりせず両手が塞がらない状態で作業できるっていうのが、すごくいいです。これ単体でつけてると本当真正面しか映してくれないんだけど、このねフレキシアングルマウントというものを装着するとアングルをね変えて撮ることができるので、例えば歩いている
足元を撮りたいなって時とかは真下にすると足元が撮れるし、撮影できる幅が広がるのかなと思いました。では実際にこのインスタ360 Go ウルトラで撮ってみたいと思います。今ね、同じような位置に置いて撮影しています。こんにちは。こんにちは。どっちも 4K の 30fps です。なんか違いはありますか？なんかね、インスタ360の方は広角の種類がたくさんあって、割と標準めなものを今選んで撮影をしているんですけど、それでもやっぱりちょっと画角が広いように感じます。本体の音質を比べてみます。今これもね、切ってる状態です。こんにちは。こっちが DJI Osmo Pocket 3です。こんにちは。こっちがインスタ360 Go ウルトラです。なんか違いあるのかな。せっかくなのでマイクの比較もしてみます。今の音声は DJI のマイク2です。こんばんは。こっちがインスタ360のマイクエアーです。違いはあるかな。こんばんは、フォギーウェンズデイです。こんばんは、フォギーウェンズデイです。私の飼っている猫はペグとケロです。私の飼っている猫はペグとケロです。ちょっとね、後で聞き比べるのが楽しみです。はい、では室内のいつもの撮影環境での画質や音質の比較は以上にして、次のシチュエーション、外とか暗い場所でも撮ってみたいと思います。はい、暗い室内ということで私のお部屋に来てみました。間接照明を1個だけつけた状態です。こっちが DJI の Osmo Pocket 3で、こっちがインスタ360 Go ウルトラのこの暗い環境に強いピュアビデオモードというものを使っています。やっぱりね、インスタ360はすごい広角だなっていうのを改めて感じます。同じ位置に置いてるのに全然違う。ちょっと間接照明を消してみます。じゃん。お、どう？こっちがね DJI の Osmo Pocket 3で、こちらがインスタ360の Go ウルトラです。今ね、インスタ360の画面を上げてプレビューを見ながら撮ってるから、ちょっとその画面の明るさがある状態ではあるんですけど、どうですか？どうかな？違いありますか？暗い室内の比較はこんな感じでした。わあ、うん。初めに出た。チーズたっぷりだ。どれくらい広げる？俺ココラさんが言ったって言って俺すぐ行ったらすげえ全否定もうひどい。はい、ということでこのインスタ360 Go ウルトラを使った映像だったり、あとはこの DJI とのね、いろいろな場面での画質の比較だったり、ちょっとした音質の比較なども見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。磁気ペンダントを使うことで手が塞がらない状態で映像を撮ることができたり、とってもコンパクトなサイズ感なので手軽に持ち運びができるというのと、あとはね、この背面の磁石を活用することで、これまで撮るのが難しかった位置からの映像だったり、珍しい画角からの映像が撮ることができたり、そういう点がね、このインスタ360 Go ウルトラの大きな魅力なんじゃないのかなと思いました。
本編のね製品説明の時に入れ忘れてしまっていたんですけど、 iPhone の探す機能とこのカメラをペアリングすることができるみたいで、万が一落としてしまうようなことがあった時にでも iPhone を使って探し出すことができるっていうのはすごく安心できるポイントだなと思いました。概要欄にねインスタ360 Go ウルトラのリンクを載せてあるので、ちょっと気になるなっていう方がもしいたらぜひ覗いてみてください。はい、本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。